しぶりです。動画投稿が少し空いちゃいました。さて、5月ももうすぐ終わり、皆さん、5月病は治りましたか？ニトロ Vlog、今回の動画は、アンバーニックが販売している K101 プラスというゲーム機をご紹介します。新機種って思うかもしれないけど、K101 プラスは2012年にリリースされたゲームボーイアドバンスの互換機で、発売からすでに10年が経っているゲーム機なんです。発売当時はかなり注目を集めたらしくて、ゲームボーイアドバンスのカートリッジが一部のタイトルを除いてほぼ実機同様に動作可能なのが特徴です。そして付属している K カードカートリッジを利用すれば、吸い出したロムイメージから読み込みプレイも可能。さらにファミコンや PC エンジンなども遊ぶことができるんですよ。それにしても、そんな古い機種をなんで今更？そう思うかもしれないけど、最近アンバーニックさんが再販売を開始したんだって。企業買収でもしたのかな？私も K101 プラスは所有しているんだけど、確かに今でも悪くないゲーム機だと思うんだよね。だから再販に合わせて改めて動画でレビューしたいと思います。暇つぶしに見てちょうだいね。それでは行きましょう。それではまず K101 プラスのスペックから。再販売にあたりプロセッサーや外観デザインなど仕様変更は行っていないみたいですね。K101 専用のシンプルな OS が動作して、液晶は3インチ、解像度320、480、TFT 液晶で、オリジナルのゲームボーイアドバンスとサイズ感は同等です。CPU や GPU、メモリなど、最新機種に比べると、性能的にはとても非力ですね。何せリリースされたのが10年前だし、これは仕方がないですね。充電端子は、最近ではめったに見なくなったミニ USB だし、スペックだけ見ちゃうと、ちょっと微妙に感じるゲーム機かもしれませんね。だけど、GBA 互換機であるということが、K101 プラスの大きな特徴で、性能が低いとは言っても、ゲームボーイアドバンスのゲームタイトルが快適にプレイできて、リンクケーブルを使えば、実機同様のマルチプレイにも対応しています。古くなってしまったゲームボーイアドバンスの代替機として、新品で入手できるというのが、K101 の良い点なんだろうなと思います。K101 プラスの付属品を確認してみましょう。K101 プラスの外箱は、以前に購入したものと全く同じ黒い箱でした。ロゴもレボと印刷されていて、アンバーニックの表記はないですね。付属品の構成は、バッテリー蓋を外すための小型プラスドライバー。充電に使う USB-C ケーブルと専用の AC アダプター。そして、最近では珍しいコンポジット AV ケーブルに、液晶保護用のガラスフィルムとユーザーズマニュアル。以上の6点が付属品です。AC アダプターが付属しているのが最近では珍しいかもしれませんね。マニュアルは英語と中国語のみですが、詳しく使い方が記載されていますので、英語か中国語ができるなら良いかもです。まあ、私には無理だけど。それでは、本体を確認してみましょう。K101 プラスのデザインは、見ての通り、ファミコンのコントローラーを模写しています。横型デザインで、色合いもかなり似ているので、本当にファミコンコントローラーっぽく見えますよね。フェース部には金属のパネルが貼り付けてあって、いかにもって感じです。さて、質感は、最新の機種と比べると、チープな印象は拭えませんね。だけど、
左下にあるストラップホールや本体四隅の面取り加工など、設計にこだわりが感じられる仕上がりとなっています。背面には銘板やロゴ印刷、シンプルな感じで滑り止め加工などはありません。バッテリー蓋はネジ止めされているので、付属のドライバーを使わないと取り外しができないから、これも面倒な点です。だけど、中のバッテリーは BL5B という規格なので、入手しやすいのが良い点となっています。本体下部はカートリッジを差し込むスロットがあるのが特徴的です。ここにゲームボーイアドバンスのカートリッジを差し込んで、電源を入れればすぐにゲームが遊べます。操作ボタンはベース部に ABXY、十字キー、スタート、セレクトと一般的な配列ですが、アナログスティックはありません。ショルダーボタンは L と R ボタンの2つだけです。本体の上部中央には液晶輝度の調整などに使うホットキースイッチ。組み合わせでスリープやステートセーブなどもできます。右側にはダイヤル式の音量ボタン。ダイヤル式ってレトロだけど、微調整ができるから使いやすいですね。左には電源ボタンです。本体部品の組み合わせ精度が良い感じ。ボタンの押し心地は適度な重さとクリック感。手に持って操作してみると、ボタンの配置、大きさなどがちょうど良いし、質感もまずまずです。まあ、最高品質とまでは言いませんが、おおむね良好なビルドクオリティだと思います。続いて、3インチの TFT 液晶についてですが、まず、付属の保護ガラスは、開封後にすぐに貼り付けを推奨します。傷防止はもちろんですが、本体とスクリーンのくぼみが大きいので、保護ガラスを貼り付けることで、段差が少なくなって見た目が良くなるんですよね。表示品質ですが、オリジナルのゲームボーイアドバンスとほぼ同じ3インチなので、見た目の違和感はないと思いますが、厳密には画面比率の違いなど、全く同じとは言えないみたい。滲みやフォーカスの際など、マニアックな人には違和感を感じるみたいだけど、私は全く気にならないです。ゲームボーイアドバンス持っていないから比べられないんだけどね。TFT 液晶なので視野角はいまいちで、下から見ると黒く、上から見ると白っぽく色合いが変化します。まあ、ゲームするときは正面で見るし、オリジナルの劣化したゲームボーイアドバンス液晶よりは、間違いなく綺麗なんだろうなとは思います。ちなみに、ホットキーを押すことで、10段階の輝度調整が可能ですよ。スピーカーはこの位置、残念ながらモノラルです。とはいえ、音量も音質も、ゲームプレイには支障のないレベル。オリジナルも同じ位置でモノラルだし、不満には感じないかな。もちろん、イヤホンを使用すればステレオで楽しめますよ。ゲームボーイアドバンスのカートリッジを起動してみましょう。まず、
本体下部のスロットにカートリッジを挿して、本体左側にある電源ボタンを長押しすれば、電源が入ります。これで、カートリッジのゲームが直接起動します。アドバンスのゲームカートリッジで遊ぶなら簡単ですね。あと、リンクケーブルを使って、端末同士を接続すれば、マルチプレイゲームもできるそうです。もちろん、K101 プラスとゲームボーイアドバンスを接続することも可能みたい。ゲームボーイアドバンスのゲームは、遅延したり、音割れなども起きないし、操作性も良好です。私の持っているゲームカートリッジは、すべて問題なく動作しました。動作しないゲームがあるらしいけど、稀みたいだし、互換機としてはかなり優秀なんじゃないかな。次に、付属している K カードについて少し説明しますね。このカートリッジを挿して K101 プラスの電源を投入すると、専用 OS が起動します。操作はシンプルで、初心者の人でも直感的に操作ができると思いますよ。日本語にも対応しているので、初回起動時にメニューを日本語に変更しておきましょう。K カートリッジは、吸い出したゲームボーイアドバンスロムを SD カード内に保存して、直接起動して遊ぶことができます。さらに、ファミコンや PC エンジンなどにも対応しているので、ゲームボーイアドバンス以外のレトロゲームも遊ぶことができるんです。対応するコンソールは、ファミコンや PC エンジン、ゲームギアなど、メニューのヘルプ項目からサポートするエミュレータファイルを確認することができます。ただし、私が試した限り、ファミコンがギリギリ動作するかなぐらいですね。ファミコンであっても、遅延や音割れなどが確認できます。最新のエミュレータ機と比較してしまうと、性能は圧倒的に低いので、いろいろなゲームコンソールをエミュレータで遊びたいというニーズには向きません。エミュレータは、おまけ程度に考えておく方が良いし、GBA 専用機として割り切るのが正解、ストレスを感じずに済みますよ。まあ、厳しい性能だから、なんとかしてやろうって思考の人もいるとは思うけどね。はい、そんなわけで、今日の動画は、アンバーニックが再販売を開始した、ゲームボーイアドバンスクローン、K101 プラスを紹介しました。2012年にリリースされた製品の再販なので、性能的には微妙かもしれません。だけど、発売から10年が経った今でも、現役で販売されているほど息の長いモデルです。秀逸なデザインと、ゲームボーイアドバンス互換機であるという特徴は魅力で、一定のマーケットニーズがあるんだろうなと思いました。もし、ゲームボーイアドバンス本体が壊れて、ゲームカートリッジをまだ所有しているのなら、K101 プラスは良い選択肢になると思いますよ。何せ、新品で手に入りますからね。だけど、あくまでも GBA クローンとして利用するゲーム機です。エミュレータ性能には期待してはいけません。もし、K101 に興味を持ったなら、概要欄に購入可能なショップの販売リンクを貼っておくのでチェックしてみてね。実は私、非力なデバイスの方が魅力的に感じちゃうんですよね。皆さんは、アンバーニック K101 プラス、どう思いますか？よかったら、コメント欄で教えてください。それでは、また、次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。バイ、バイ。